霊界通信小桜姫物語浅野正三郎著45龍神の修行場。天狗界の探検に引き続いて、私は指導役のおじいさんから龍神の修行場の探検を命ぜられました。いつかは竜宮界への道すがら、ちょっと龍神の修行場を覗かしたこともあるが、あれではあまりにもあっけなかった。もう一度そっちを賢へ連れて行くとしよう。あの修行場には一人の老練な監督者がいるから、不審の点は何なりとそれに尋ねるがよい。そのお方もやはり龍神さんでございますか？無論そうじゃが、わしと同様、人間と面会するときは人間の姿に化けている。一度行ったことのあるところでございますから、道中の見物は一切抜きにして、私たちは一思いにものすごい龍神の湖水のほとりへ出てしまいました。こちらの世界では遅く歩くも早く歩くもすべて自分の勝手で、そこは誠に便利でございます。と見ると、水縁のとある大きな岩の上には60前後と見ゆる一人の老人が佇んで、私たちの来るのを待っておりました。みなりその他大体は私の案内役のおじいさんに似たり寄ったり、ただいくらか肉付きがよく、年配も2つ3つ若いように見えました。それが監督の龍神さんであることは、ここに断るまでもありますまい。一応簡単な挨拶を済ませてから、私は早速右の監督のおじいさんに話しかけました。修行場の模様はいつか拝見させていただきましたので、今日はむしろ龍神さんの生活につきていろいろ腑に落ちかねる点を伺いたいのでございますが。何なりと尋ねてもらいます。研究のためとあれば、わしの方でもそのつもりで差し支えなき限り、何もかも打ち明けて話すことにしましょう。龍神の世界は人間界とはだいぶに勝手が違うから、聞く方でもなるべく孫つかぬように。あっさりとさばけた態度でそう言われましたので、私の方でもすっかり安心して、思い浮かぶまま無遠慮にいろいろなことをお聞きしました。その時の問答の全部をここでお伝えするわけにも参りかねますが、ただあなた方のご参考になりそうなところはなるべく漏れなく拾い出しましょう。とい、龍神の子供は現在でもやはり生まれているのでございますか？答え、人間の世界で子供が生まれるように、こちらでもずんずん増えます。とい、生まれたての若い龍神の体はどんな体でございますか？答え、別に変わった体でもないが、しかし人間から言えば、つまり一つの幽体。もちろん肉眼で見ることはできぬ。大きさは普通三尺もあろうか。しかし伸縮は自由自在であるから、いわば大きさが合ってないようなものじゃ。とい、蛇とはどう違いますか？答え、蛇はもともと地上の下級動物。形も性質も視覚も龍神とは全く別物じゃ。蛇がいかに功労を経たところで龍神になれるわけのものでない。とい、龍神さんはやはり人間のご先祖なのでございますか？答え、さよう、先祖といえば先祖であるが、むしろ人間の縁祖、人間の作り主と言ったがよいであろう。つまり龍神がそのまま人間に変化したのではない。龍神がその分霊を地上に下して、ここに人類という一つの新しい生き物を作り出したのじゃ。とい、ただいまでも龍神さんはそういったお仕事をなさいますか？答え、いやこれは最初人類を作り出す時のごく遠い太古の神業であって、今日ではもはやその必要はなくなった。そなたも知る通り、人間の男女は立派に人間の子を産んでいるであろうが。そう言っておじいさんはにっこりともせず、
正面から私に鋭い一別を与えられました。